テクラドデルロンです。今回はね、タウンホール13の対戦をね、見ていきたいと思います。久しぶりにね、タウンホール15以外での対戦を見ていくわけなんですけど、最近ね、タウンホールカップっていうタウンホール別にね、タウンホール15以外の大会がね、結構行われてました。その関係でタウンホール10とか11とかね、12の動画まで作ってて、13の動画もう特集作ってるんですけど、対戦とね、こっちどっちが先に上がってるかちょっと、まだ決めてないので、どっちが上がってるかわかりませんが、13の動画もこれからいくつか上がるはずです。その中でね、1試合ね、すごくいい試合があったので、そちらを紹介していきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。タウンホール13、久しぶりですね。ただね、そんなに僕個人としてはね、遠い、なんかタウンホール13って聞くと、久しぶりだな、遠いな、わかんないタウンホールだなって感覚もあったりするんですけど、2年前の世界大会決勝戦思い出せって言われると、すごいね、めちゃくちゃ覚えてて、ATN アタックスとか、なんかそういう感覚で見ると、めっちゃ、13ね、はいはい、やり方覚えてる、全然わかるよ、みたいな感じで。なんかね、ちょっと懐かしさもあるタウンホール隊です。さあ、ペッカスパウィズですね。シンプルなペッカスパウィズ編成。13だったり、他のタウンホール隊でもそうなんですけど、上限ね、上の方のタウンホール隊が出てくるにつれて、できることがどんどん広がってって、下の方のタウンホール隊、相対的に簡単になっていくと。それによってね、生まれた当時はできなかった技術みたいなのがね、たくさん見れるかなと思います。さあ、ペッカスパウィズからの、キング10日弊社を3時のイーグルホーク角。ペッカがちょっと外周クイーンに釣られて流れてしまいました。プラン的にはこの中心を通したかったって形ですね。ただいいタイミングでのこのトームによって、両サイド流れてしまったペッカスパウィズパートは、なんとか生きていけそう。援軍ラバに対してはこのスパウィズが強いですね。そんなに多く使われる戦術じゃないんで、このペッカスパウィズ。中華式と言われて、スタドラもね、当時めちゃくちゃ使ってた戦術ですが。さあ、どうだこれ。本体にヒーラーがついてないので、内側がいないところと、ちょっとこれペッカがね、後衛になってロイちゃんが前衛になるという、あんまり理想的とは言えないような動き方になってきそうですが、さあ、クイーンクロークでロイヤルチャンピオンのターゲットが入りつつ、13はヒーローペットがいないっていうのがね、ロイヤルチャンピオンがより大事にしなきゃいけない理由の一つなんですが、さあ、待ち構えるは最終マルチ IT ってところ、マルチ IT ウィズトーテスラ。フリーズも一発あるんで、これはどうだ？さあ、乗り越えていく、フリーズ打っていきます、巨爆、リクスケ、クイーンが落ちていく。さあ、外周流れたペッカがここでようやく追いつきそうなんですが、どうでしょう。残り時間が20秒ぐらいで、ペッカが回ってきます。HP の方は全く問題ないですね。さあ、ペッカを盾に使っていって、これは、テスラもアーチャーがチクチクいって、拾われていく。さあ、こっち、ガクですね、先行というか一発目。こちらもペッカスパイズなんですけど、コウモリの入った編成。連合クランになってますね。はぐれのメンバーと、クイーンウォーカーズからはガクだけだったかな、今回は。と、GS からリュウタくんと、外国の方が一人入ってる感じだと思います。ポイズンを積まなくていいっていうのがね、スーパーウィザードを使う利点ですね。ペッカスパウィズ。この辺はね、15あたりのエレクトロタイタン入れている編成に近いかな。援軍何にであっても、スーパーウィザードがケアしてくれるっていうところ。さあ、対空砲まで追ってって感じかな。おお。ちょっと、寄り道もしつつ。12時側キング入れてきそうですね。ウィザード使ってサイドカット、キングを使ってサイドカット、このままペッカ部隊スタートですね。アイゴレはね、コウモリのためのタゲ取りにもなるので、ペッカの裏にアイゴレを入れて、アイゴレを結構奥まで伸ばしていきたいというところ。これはウォールブレーカー出してますね。さあ、このままジャンプとかもないので、ペッカで壁割りをしていかなきゃいけないっていうところ、ここでレイジトームで、ペッカが壁を割ってくれるかどうか。さあ、タウントツもしっかり成功するか大事になってきますが、トルネード怪しい
届きましたね。さあ、援軍スパビズの方で、相手のラバハウンドのパピーは処理をしてくれつつ、クイーンのところまでペッカが入ってったついによ。タウンスニゴブはしっかり決まっていって、コウモリパートですね。上から。そうなると、ウィズ島が2個残ってますね。クイーン、クロークをここは使いつつ、早めに自分で打ちましたね。ロイヤルチャンピオンをウィズ島刺してタゲ取り。後ろのウィズ島に関しては、アイゴレの方も取れるし、なんならこれフリーズもまだ一生ありますね。さあ、投石にフリーズかけて、コウモリは死なない形がこれでできている。さあ、最後もダメ押しのフリーズかけて、ロイちゃんも能力が残っている状況ですね。ガーサス。ペッカースパイズパートにね、そんなに呪文を使ってないので、まあでもレイジン2枚打ててるか。ポイズンを持ってかなかった影響で、本体にも呪文が使え、コウモリも使えという、非常にいいアタックでしたね。配置の弱点をついた、ペッカースパイズバット。さあ対戦。相手は、これはトッツビズっぽいかな、トッツビズラバルっぽいですかね。さあ、タウントツなのかなこれは。まずは大砲を切りつつ、対空砲にロキバル。おお、ボマだ。なるほど。これでクロスの方まで持ってって、シングル IT とかこの辺まで手が届くような突撃になっていくと。うまい。テスラとかが見えたらね、そのタイミングでテスラたちにもインビジブルを使ってあげなきゃいけないっていうところはあるんですが、さあちょっとスロー効果だけ入ってだいぶゆっくりになってますね、スパビズが。いやー、これ強いな。いやー、スパガゴの方も処理されていって、おー、ゴーレム。クイーンの角度は怪しくね、それ。普通に9時からやってよかった。それは普通におでんのタゲが入っちゃいますよ。さあ、なのでフリーズ一発打たされていきつつ、ただ、とはいえ、突ウィズの工夫の仕方がうまかったですね。これはバルキリー使っちゃったんですけど、6時絶対そうですよね。テスラもあったらリクスケもあるので、まあ結構、まあ言うてもか。このまま多分マルチの方にね、クイーン入れていきたいと思うんですが、入らなかったっぽいけど、ちゃんと戻っていって、クイーンクローク、ロイちゃんマルチまで。これは強い。これはもう理想的なプランが組めてますね。さあ、スケルトン置いてからのスタート。投石のターゲットだったり、対地クロスのタゲを取りつつ、ストライカーを遅れて出してトームを合わせていく。ラバまで添えて、一気のここでトーム。いや、うまいな。これはうまいな。ヒーローパート、下がめちゃめちゃ伸びてますね。終点マルチのところまでもう、防衛施設がなくなっている。マルチ固めて対空砲にヘイスト、バルーン。これは圧倒的なラバルだ。寄り道とかはしちゃってるんですけど、もうこのバルーンの量じゃ止めれないですね。うまい。13でもね、突ビズラバルはめちゃめちゃ流行ってた戦術だし。というか13から生まれた戦術か、そもそも。強い。理想的なね、ボマーを使った形で、結構突撃艦の方はね、対策されがちなので、まあ強い分、ボマーはね、対策されてないというところでうまかったですね。さあ、クイヒーラバル。こちらが外国の方がですね。これか3枚。ちょっとどういう使い方するかまだわかりませんが、いきなりの突撃艦。ちょっとそれは、1枚だったので取りましたね。イーグルまで見てんだったらちょっと危険な突撃艦でしたが。さあ、クイーン下から、イーグルの方はしっかり折れました。巨爆。おバクすごい位置。何狙いだこれ。シューターとかはね、使えない設定になってるので、もしかしたら普段タウンホール13やってるけど、って感じなのかな。罠を普段から使ってて、シューター用の罠だけど、みたいな。今回はね、タウンホール13で使えるものだけ、作れるものだけになってるので、ちょっとクイーンも逸れてますね。
まあ、とはいえ、右残ってんのは迫撃とウィズトぐらいなんで、そんなに影響はないかなってところ。さあ、1本目の穴あけをここ入れていく。戻っちゃわないか心配ですが、下からキングも添えていきます。さあ、レイジ置いて、多分このレイジ右行くんじゃないかなと思って投げてる。ていうか、右行って欲しかったのかな。右行って多分、祭壇、エレクトロじゃないわ。エリクサータンクとかのとこ穴開けして戻したいプランだったのかもしれませんが、一回ね、大砲の方タゲついちゃうけど。さあ、これはかなり綺麗に安全地帯入った感じがありますね。シングルのみのターゲット。まずはインビジブル。うん。バルーンをちょいちょい添えていきつつ、イーグル砲がね、もう壊れてるので、この辺はゆっくり出しておくけど。さあ、ここからラバルとロイヤルチャンピオンも合わせて、相手のクイーンもいますからね。さあ、早めのトーム。中心マルチがね、結構、軸になってくるんですが、ここ赤爆ヒットでバルーンは落ちていきますが、ロイちゃんが混じってんのが強いですね。さあ、これも大丈夫そうですね。両方のマルチ IT、もし残ったとしてもロイヤルチャンピオンがついていて、クイーンの方でもターゲット拾えていて、強い。タウンホールカップね、普段、マックスタウンホールじゃないっていうところでタウンホール13とか、特に持ってる人が少なそうっすよね。そういうのもあってね、一つのクランで参加するにはなかなか厳しいものがあるので、外国の方も入れての参戦になった形ですね。普段15とかではね、組めない人と組んだりとか、そういうのもあって面白いですね。さあ、結構余力を残しての前回になりましたね。3ヒーロー残りバルーンもたくさんと。バーサス。さあ、これはなんだ。インビジブル3枚。トツウィズかな。おーおーおー。いや、ホーミングエグ。いやー。あ、届いたんか、それ。届いてるね。リクスケに反応して最初殴れてなかったっすけど。いやー、届いたんだ、これ。だいぶラフにヤンキーな突撃艦ぶん投げてきたんで。罠チェックとは形ばかりの突撃艦をポンと投げてきたのね。ワンチャン引っかかりそうでしたが、惜しかったっすね。ある程度突ウィズやるっていうのはね、大会でトーナメントなので分かってたのかもしれませんね。結構際どいところにある罠だったんですが、ギリギリ通されて、結果的には援軍処理、タウンホール処理と美味しいバリューを取られましたね。これね、罠を置いた時にね、かわされたら結構痛いっすよね。ホーミングも結構吸われちゃったし。残りもね、空対策になってたらワンチャン守れるかもしれませんが、このウォールブレーカーいいとこまで飛んできそう。真ん中マルチクイーンクロークでロイヤルチャンピオンまで取られたら結構きつい。クイーンクローク、マルチの方までしっかりクイーンは届いていきまして、うん。安い折りつつ、ロイちゃんの方は残ってきますが、ロイヤルチャンピオンの方にポイズン打ってるので、これアイゴレが。いいアイゴレ入ったわ。ロイちゃん処理まで行かれましたね。さあ、下側ラバストライカーからの、フォームをかけていく。いや、強いな。フリーズヘイスト。もうこれはもう、なんならロイちゃんも知らずに合流してきましたね。強すぎる。こうやって見てるとヒーローパートが、マジで伸びますね。ヒーローペットついてないから、回復とかはできないんですけど、だいぶ伸びるな。最初の方のアタックもすげえ伸びてましたよね。さあ、こちらも突ウィズと思ったら違うな、これ。スケルトンインビジブルかなですね。スケインブだな、これは。真ん中マルチとかかなこれは。になりそう。
これもね、タウンホール13のが現役っていうか、マックスだった時にはなかった戦術の一つですよね。これは、しっかり決まっていく。大丈夫ですね。下から、クイーン短期で見てるのかなこれはクイーン短期のタウンホールを見てそうな感じ。11とか12のね、最近動画上げてたんですけど、そちらでもね、このスケルトンインビジブル編成がね、当時できなかったことをできるっていうね。めちゃくちゃ強いですよね。さあ、これは、クイーン短期でタウンホール見つつ、富士区画にキングロイちゃんをぶち込んでいくプラン。さあ、アイゴレも入れつつ、一旦フリーズ欲しいかな。さあ、どこまで伸びるか。ここでフリーズをかけていく。イクスケめっちゃ出てきてますね。さあ、アイゴレ。いいタイミングで弾け飛んでくれ。ナイスフリーズ。いいアイゴレ入った。さあ、ここサポートのボマー刺して、ラバルパートスタート上から。さあ、速攻でフリーズをかけていきます。イーグルはもう飛んだ後、ロイヤルチャンピオン能力使い終わってるんですが、生き残ってしっかり仕事はしてくれてますね。やっぱね、さっきからスーサイドラバルやってると、見てると、ロイちゃんをね、しっかりギリギリまで活かして伸ばしていく。もう生きてる間にラバルパートスタートすることでね、伸びてますよね。相手のアイタックはね、結構逆サイからラバル展開してるんで、そんなに影響するものではなかったんですけど。さあ、アイスラバーもいい採用。しっかり対空砲を止めてくれつつ、フリーズが入っていって。さあ、ヘイスト。そしてまだトームが残っている。8角トーム。いや、強い。アイスラバパピーはね、ヒーロー処理にもめちゃくちゃ強くて、今ね、必死にロイヤルチャンピオンをアイスラバのパピーが殴ってくれてるんですけど、ストライカーとか通らなかったみたいですね。だいぶ遅延効果が入っていって、ロイヤルチャンピオンの攻撃をね、だいぶ抑えてはくれたんですが、残っていって、ただこれはもうバルーンの数で押せそうですね。どうだ？キングが盾になるとめんどくさいですが、さすがに反応してくれているので、ロイちゃんから先に処理して、前回と、バーサス。いやー、13の戦い、久しぶりにね、みんなやってるとは思うんですけど、レベルが高いですね。トーナメントもう入ってるような対戦にはなってたので、こちら、相手の方もかなり強いですね。さあ、リュウタくん。クイラバ。呪文1枚足りなくねって錯覚しちゃうよね。フリーズがね、15とかだと、14、15だともう1枚多いんですけど、この編成、クイラバの。さあ、クイーン展開からのジャイウィズカット。上にこれは、迫撃切り。トランチャーセット。キングランチャーマルチ刺しかな。ランチャーマルチ刺すような角度で、3次キングのサイドカットには見えますね、パッと見。さあ、ここは一発フリーズが必要な部分。刺さんなかったので、ここストライカー当てて、そうで、ナイスストライカーですね。ちょっとトルネードに強制されたんですが、むしろいい位置に飛ばされたか、これは。しかもトルネが解除できたのは美味しい。ああ、これはいい形。陸おでんまで添えてますね。結構ね、ゆうたくんは割と得意なスタイル、陸おでん型。さあ、援軍処理も、援軍のみのターゲットで処理ができるかなり美味しい。ロイヤルチャンピオンも角度添えつけて、上に流れてほしいような動かし方ですね。おでんももうちょい上行ってほしいな。さあ、ウォールブレーカー角度つけて開けたことでタウンホールまでこのまま誘導ができるような形。さあ、おでんのトームが残ってるので、ここで打つかな。ストライカー添えてトーム打ちたい。トーム。ここはあえて打たない。中心レイジでイエティ突破、マルチ IT が残ってしまってる。
さあ、ここからストライカーとバルーンを添えて、まあ、残ってたトームで押していく形ですね。クイーンの方はちょっと外周回っちゃいそう。さあ、ここでトーム、おでんの HP ギリギリというところ打たされていったトーム。どうだろうな、これ微妙になんか、抜けてた感じのトームに見えるけど。さあ、裏に残してたラバルも添えつつ、裏のシングル IT が、さあ、クイーンクローク。ここから角度つけてシングルに向けたバルーン。さあ、ドッカン入って、クイーンの方は落ちちゃいますが、裏からスニゴブバルーンが届いて、これでフィニッシュと。いや、ちょっと危ない展開にはなりましたが、しっかり回収しきっての前回ガーサス。さあ、お互い4人目までね、パーフェクト同士で回ってきた5人目。先行は対戦相手の方からすごいレベル高いっすね。まあ、こんな感じでね、タウンホール13はほぼね、14点、15点とかが多いタウンホール帯でしたね。まあ、タウンホール12もそうでしたけど、まあ、11はそうでもなかったかな。11はちょっと、もうちょいロースコアだった印象。やっぱ突破兵器が登場したタウンホール12からの全開率がめちゃめちゃ高くなったなって見てて思いましたね。さあ、スパネク編成。こんなに早くレイジを打っていって、どういうインをしてくるのか。さあ、アーチャータワー切って、ここからタウン、すごい、ちょっと面白い入りな気がしますが。結構スパネクっていうとね、タウン逆から突っ込んでいくことのが多くて、ホーミングがかなり外周に置かれてますね。さあ、イゴレ弾き飛んでいって、スーパーネクロタウン触りつつ、トルネードまで巻き込まれて、苦しいトームですね、これは。ホーミングエグ。これはそうだな。この罠の置き方とトルネードは、最初の方に来てたトツイズの人守りたい罠ですね、ガク。そうだね、これは確実に。まあ、トツイズやるって情報は絶対入ってたんでしょうね、これはきっと。めちゃめちゃ、そういう意識した罠が置かれてます。中心部にジャンプ打っていきつつ、10日弊社のホグが投石機を、これは折り切りそうですね。ウィザードも追加され、ここでレイジも追加。タウンイーンのスーパーネクロとか、なかなか強烈な形ですが。これ3時まで伸びなくねえか。さあ、クイーンクローク、ロイヤルチャンピオンまで拾われて、クロスの方もクイーンで拾われて、ヒーローペットいないからね、ロイヤルチャンピオン。これ3時にリクスケあると、止まりそうだけど、サーチャターまでは、惜しい。ペッカいんのかどうか弊社の。アーチャータワーは触るだけで壊せる。オムターまで切ってからのブーメランになると思うんだけど、リクスケ次第、ここ。ブンブンブンと。ない。終点、でもここ1個ぐらいあっても。あったね。ってなると、ロイヤルチャンピオンは一つも触れずに。あったらね、アーチャーターぐらいは壊されてたと思うんですけど。なかったらか。さあ、どうだリクスケ処理されていく。余力はもう十分ですね。ペッカの HP はレッドゲージですけど、おでんのサポートだけでいかれちゃいそう。さあ、ただこれは時間、もう一個。98%。さあ、ラストアタック。82点差のスーパーネクロ。99% もしくは 100% で勝利と。条件からするとなかなかハードルは高いアタックですが、最終アタック、アサッツ。さあ、スーパーネクロ82。バルーンも追加しつつ、アーチャーで細かくカット入れてますね。さあ、クイック2発揺らして、1。はい、打ち分けて。打ち分けてと。投石とマルチ2本追ってった。そういう形の天才ですね。ジャンプとかはないので、まあ多分逆サイドから行くとは思うんですけど、誘導が、ウォールブレーカーのみでやっていかなきゃいけないので、その辺のタイミングだったり、開ける場所は重要になってきますね。さあ、ここ。
開けていきつつ、ホーミングチェックのバルーン、アイゴレ角度をつけて、キングを上から10日弊社セット。さあ、非常に重要なアタックになってます。アイゴレのフリーズ入りつつ、ホーミングチェックのバルーンいいですね。ヒーラーの角度をつけて、2段階。スパネクってユニットのワックス数がでかいので、他の陸系の戦術ってね、バルーンダンダンダンって結構雑に投げてってる人も多いんですけど、ホーミングチェック2体しか投げれてないんだよね、今回は。ピンポイントで1枚ずつ見てった形。さあ、援軍はこれスパネクからすると美味しい援軍ですね。スーパーガーゴイル。ちょろい。さあ、出てきたのはバルキリーホグというところ、東海弊社から、ここで合流していきます。このままぐるっと上側回していってというのがプランだったと思うので、真ん中シングルが終点になってくるような計算かな。なかなか面白い絵を描きますね。さあ、ウォールブレーカー。ここで穴開け、クイーンと当たるところをフリーズかけていって、これまだトーム温存してるんですよね。ここはフリーズでトームの方を優先しました。トームを残すことを優先して、リックスケルトンでシングルのタゲを取るんですが、タウンホールのタゲがスケルトンにも入ったので、ちょっとターゲットがずれている。さあ、どうだ？ここはタウンホールまでなんとかトームを温存して、結果しっかり残ってきているところ、ここで、ビッグボーイもかかるようなタイミングでのトーム。さあ、ロイヤルチャンピオンいい角度でシングル相手にぶっ刺していきます。さあ、おでん捕まってるけど、これは先に降り切れて、ロイヤルチャンピオン対決になって、裏から回収。あとは時間だけというところ。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメラン、クイーンクローク打って、99、これ 100% と。うまい。ガーサス。はい、ということでね。15対14という超ハイレベルな試合になりましたが、タウンホール13の対戦いかがだったでしょうか。久々に見てね、タウンホール13面白いなと思った人もいれば、普段から13やっててね、こうやればいいんだ、みたいなのがね、分かった人もいれば、いろんな感想が持てるタウンホール13の試合になったかなと思います。普段ね、13の試合やってなかった僕でもね、めちゃめちゃ面白い試合が見れましたね。まあね、他のタウンホール13の動画もね、固まってどっちが先に出てるかわかんないですが、上がるので、ぜひ合わせてご覧ください。というわけで今回こんな感じで終わろうと思いましたので、ほら